皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回はラケットのグリップのクリーニングの仕方について紹介しようと思います。で、皆さんラケットのグリップ長いこと使っていくとだんだん黒ずんでいきますよね。このグリップの色、やっぱり今のラケットはカラフルなグリップのデザイン、渋めのかっこいいデザインなど、いっぱいマリンエキストラフェンシブ、クリップアウトなど、いろんなグリップのカラーリングがあります。ただでもやっぱ長いこと使ってくるとその色がだんだんと落ちて両方とも黒ずんできますよね。グリップがやっぱ黒っぽくなってきます。でこのグリップが黒っぽくなってしまうのはもうどうしようもない、諦めちゃうっていう感じがやっぱり一般的には多かったのですが、実はある方法を使うことでこのグリップきれいにこの黒ずみを落とすことができます。黒ずみを落とすなんかすごいクリーニング屋さんみたいな感じなんですけど、やっぱり同じラケット何本もこだわって使っている方は本当にグリップがもう湿ってしまってもう真っ黒になっちゃってます。でそこで感触を変える、その新品のような感触にちょっと戻してあげるような感覚にしてあげるのがやっぱクリーニングですね。黒ずんだグリップの時はやっぱ滑りやすいっていうのがやっぱありますので、きれいに磨いた方は木の感覚が強くありますので、しっかり握っても滑りにくい、汗をちゃんと吸ってくれるっていうのがあります。黒ずんでる場合はもう本当に汗がもう吸い切っちゃってる状態ですので、汗かいた時にグリップ内で滑るっていう感じになります。これはちょっと感覚の問題なので、分かる人はこれなるほどっていうふうに思うかなと思います。なので、そういうグリップの中の感覚ですねが明らかに良くなるのはやっぱり黒ずみを取った方ですので、大事な試合の前とかもこの黒ずみを取ってあげるっていうのも方法だなと思います。でそのクリーニングのやり方、実はあるものを使ってやります。でそれはこちらです。歯ブラシです。で今回この歯ブラシはよくスーパーで売っているビットウィン製の100円以下の歯ブラシかなと思います。でこの歯ブラシのこの柔らかさで普通か柔らかめを選んでください。これが硬めですとちょっとグリップが傷つく可能性がありますので、普通ぐらいの硬さか柔らかめの硬さをチョイスしてもらえたらなと思います。であと他にいるものは歯ブラシ以外に水、そしてティッシュですね。これがあればラケットを磨くことができます。では早速これを使ってラケットを磨きにかかります。で最初まず自分がラケットを磨く時の場所ですね。場所にちょっと水が垂れる可能性があるのでティッシュを引きます。こういう感じですね。でその上にどっちにしようかな。じゃあ最初クリップアウトでこのラケットが黒ずんでますので、ここら辺ブレードの根元とかもやっぱ黒ずみとか目立っているんですが、こういうちょっと古いなって感じのラケットをちょっとクリーニングしてみます。でこの時水をつけるっていうのはここですね。であんまりつけすぎると歯ブラシから水がいっぱいこぼれてきてしまうので、適度にバランスよくちょっとつけてあげる感じですね。でそれでそのままこのラケットのグリップのこの上ら辺に水をつけたままで乗せてあげる。であとは皆さんのやってる毎日やってる歯磨きと同じ感覚です。グリップをブラッシングするって感じですね。ゴシゴシ磨いてあげてください。こういう感じですね。ゴシゴシ。この時にちょっと注意なんですが、もちろん歯ブラシはできたら自分が今まで使い古した歯ブラシを使うようにしてください。これやって歯ブラシをラケットで使いますと、もうラケットのその黒ずみでもう歯ブラシ汚れてしまいます。なのでこの後自分で歯ブラシしてしまうとちょっと汚いのかなと思いますので、だから別々に分けてもらって、ラケットを磨く用の歯ブラシと自分の歯を磨く歯ブラシ、その 2タイプ使い分けてもらってこうやってゴシゴシしてください。グリップに水がついてしまってちょっと嫌だなって思うかもしれませんが、基本はその打球面は濡れないので、このグリップ面だけ水をつけるっていう感じですので、ちゃんと磨いた後にドライヤーなどで乾燥させること、しっかりすれば問題ないと思います。なのでしっかり水で濡らしてゴシゴシしてください。この時にあと JTTA のマークとかがありましたら、そこはあんまり強くこすると取れる可能性が
ありますので、一応こちらクリップアウトに書いて JTA ですけど、一生懸命その上こすっても、全然残ってますので、大体は大丈夫だと思うんですけど、JTA のマークが消えそうでしたら、そこはちょっと避けていただく感じの方がいいかもしれません。これは大変だ。よし。シャープに喋っててもらって。早送りするとこだから、元入らない。いいよ、あすぐさんもやってていいよ。パソコン、目打ちしてていいよ。長いから。いやここ早送りでやるから、ほとんど音は分からないから。よし。もうそろそろ大丈夫かな。よし。終わりました。あとは今歯磨きでクリーニングしたので、ちょっとすごい水浸しです、グリップの部分なので、ティッシュでこうしっかり拭いてあげます。水分をしっかり取るような感じで吸ってあげます。ちょっとずつグリップの色が、元の色ですね、黒ずみがちょっと取れて、普通の本来のクリップアウトの輝きが出てるのが分かりますでしょうか。こんな感じです。もう徐々に乾いてきてるので、だんだんクリップアウトの板の色、こっちが黒ずんでるバージョンですね。でこっちがもう磨いたやつです。全体的にやっぱ少しですが黒ずみが落ちるだけでなくて、元の色もちょっと落ちてしまいます。なので色が若干色あせてしまうっていうのがあるんですが、でもそれでも黒ずんだグリップがしっかり新品のような感じで綺麗に戻るっていうのが、結構いいところかなと思います。気持ち色は薄くなってしまうんですけど、ただでも握った時のその新品のその感覚ですねが、やっぱ欲しい方はやっぱこうやって歯ブラシで定期的に半年に1回ぐらいのペースがいいと思うんですけど、綺麗な状態で維持できます。こうやって乾いていくのを待つか、ドライヤーで乾かしてあげるか。熱風はちょっともしかしたらグリップが変わってしまう可能性がありますので、熱風ではなくて冷風で当てて乾かすようにしてみてください。ぜひ皆さん家でもできるクリーニング方法なので、よかったらやってみてください。